皆さんこんにちは。かよです。今回はですね、初企画なんじゃないかなと思うんですけど、ひたすら雑談です。皆さんからいただいた恋愛相談だったり、自分のね、恋愛話とか、あとはもういろいろですね、本当に。恋愛相談以外も後半いろいろ最近のお気に入りのアイテムとか、質問いただいたものにも答えたりしているので、ラジオ感覚でね、今回ほんとずっと喋ってるので、時間がある時に流してくれたりしたらすごく嬉しいです。ということで、どうぞ。いつもと違う感じでやってみようということで、じゃーん。私マックでは一番フィレオフィッシュが好きです。マックを食べながら喋ってみようと思います。ではまず一つ目。早めに結婚したいっていう自分の人生プランを彼にどう伝えるのがベストっていうことで、コメントありがとうございます。私だったら早く結婚したいとかって言うよりも、もうちょっと先の想像を膨らませてあげることで、結婚したいよねっていうふうに誘導してあげる方が自然に理解してくれると思うんですよ。なんか早く結婚したいんだよねだとおーってなるかもしれないけど、なんで早く結婚したいのかっていうプランをちゃんと先に会話の中で説明してあげて、だからこうなんだよねって、あなたはどうみたいな向こうのプランを引き出してあげて、自分のプランを理解してもらうみたいな方が一番自然かなと思いました。はい、いかがでしょうか。ぜひ使ってください。会いたい頻度が合わないと一緒に暮らしても変わりませんか？結婚したら単身赴任の可能性ありです。会いたい頻度が合わないと一緒に暮らしても変わりませんか？難しいね。でも私の経験上、なんか初めになんとなく違和感あるなとか、なんとなくここ違う価値観な気がするなって思ってたものを無視して、まあ結婚したらどうにかなるかなみたいな、一緒に住めば状況が変わればまあどうにかなるよねっていう感じで目を塞いで一緒になると、その初めに違和感を持ってた部分が大きな問題になったりもしますね。はい。価値観がやっぱり違うから、まあどっちもどっちが一番素敵だと思うんですけど、お互いにお互いのこう妥協点を見つけ合ってというか、っていうのが一番理想な形かなと思いつつ、でもなんかこの問題は私の方が折れた方がいいなとか、なんかそういうのあるじゃないですか。でも一番重要な価値観の部分では、両方折れられない場合、特に結婚していく中で、じゃあ子供を作りたいか作りたくないかとか、いいよいいよっていうことだけじゃ、なんとなく済まなそうなでっかいことは特に価値観が合わないと後々すごく大きくなると思ってて、っていう考えでいくと、会いたい頻度が合わないとっていうところはまあだいぶでかいよね。まあどう違うのかっていうのにもよると思うんですけど、なんかお互いに会いたいけど会う時間がなくて、じゃあ同棲しましょうとか結婚しましょうだったら夜会えたりとかするわけで消化できると思うんですけど、逆にあんまり会いたくないとか自分の時間大事にしたいっていうタイプと、すごく会いたいっていうタイプで結婚しちゃったら、ちょっとなんか満足度が下がるというか、どっちかが結局我慢する形になるだろうから、まあもうちょっと話し合いが必要なのかなとは思ったりもしますよね。まあでもいろんな恋愛とかを経て経験して思うことは、初めに違和感あったことは結局問題になるっていうことですね。はい。中高大女子高で、前職は女性だらけ、今はおじさん。マッチングアプリとかしても話し方が分からず難しいっていうことで、なるほどね。私は女子高だけだったんですけど、やっぱりさ、中高女子高とか中高男子校とか、その思春期の時代に同性しかいない環境で育つと、高校生だけ女子校ですとか男子校ですとは一緒にしないでっていうくらい違うらしいですね。まあわかります。雰囲気はね。まあアプリは正直早く会った方がいいよね。多分アプリやられてると思うんですけど、会ってみてのフィーリングが大事だと思うので、もう何話していいか分かんないこの人って思ってしまった時点で、多分相性そんな別にいい方じゃないと思うので、それはそれでもう仕方ないのかなと思います。女友達だって多分、異性は特にそうだけど、別に同性だって
別に悪い子じゃないけど何話したらいいか分かんないなっていうことがいると思うんですよね。全然なんかさ、ノリとかさ、なんかちょっとなんか自然に気使っちゃうなこの子みたいな人とかもいると思うので、そうだからあんまり男とか女とか意識せず話せるようになれたらいいけど、それが難しいってことだったら、気まずいなと思ったら会わない。逆になんかこの人自然に話せるかも、なんか女友達みたいみたいな、女友達みたいは極端だけど、なんか友達みたいに話せるって思う人が絶対いると思います。はい、そういう人を探すのが一番いいですね。だから親友とか女友達を見て、こういう人が合うんだなっていう自分のなんか守備範囲を知るっていうのもいいですよね。こういう感じの男性だったら話しやすいなみたいな。普段女子とか友達とかとどんな話してるかをなんとなく覚えとくとか。でもわかります。なんか話すことないなっていう思う時ってなんかあるよね。24歳で4年ほど恋人がいない。待って、パン食べよう。パンっていうかフィッシュっていうか食べます。いただきます。4年ほど恋人がいないですっていうことで、好きじゃない人と会ったり知りたいと思いません。独身心配。いや、はっきりしてて素敵ですね。確かに好きじゃない人に時間を割くぐらいだったら、好きなことしたりとか編集したりメイクしたりする方が楽しいなって私もめっちゃ思います。はい、いただきます。別に独身心配って思わなくていいですよ。でも思っちゃうよね。わかる。本当にさ、美味しい。美味しいです。早く結婚しても急いでね、急いでたわけじゃないけど、早く結婚しても別れちゃったら早かったとしても意味ないし、逆に遅くてもすごく幸せで、この人がいいって思った人とちゃんと結婚できて、そこからの人生長く一緒にいれたら、それがすごくその人にとっての正解であって素敵なことだと思うんですよね。だからなんか周りと比べたらすごく結婚ってなんか分かりやすくね、なんか結婚してるしてないとかってなんか一個の評価みたいな感じになってるところもあるかもしれないけど、本当に別にそれが自分の価値っていうことでもないなって思うので、ビューティー系の先輩で本当に素敵なね先輩が周りにいろいろいてくれてますけど、結婚願望ない人もいれば結婚願望ある人もいれば、でもみんな美しいしみんな素敵な人なんですよね。別に美容系とかこのジャンルじゃなくてもみんなそれぞれそうだと思いますし、なんかそこでなんか独身だからどうこうっていう自信がなくなる必要もないから、そのままでいいんですよって思うんですけど、でも漠然と将来ずっと一人なのはなんか不安だなっていうか寂しいなって思うことはありますよね。その気持ちもねめっちゃわかるんだよな。特に私は5枚目の割には寂しがり屋なのでめっちゃわがままみたいな猫タイプですね。はい、自分が甘えたい時にゴロ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 って甘えに行けて、でもなんか気分じゃない時に触りに来てほしくはないんですはい、本当にね、多分自分の気持ちに嘘をついても居心地が悪くなるだけだから、そういうタイプですっていう私をなるほどねってなんか理解しようとしてくれる人がいいなと思いますね。 100% 私のわがままを聞いてとは思わないですけど、はい次、待って、答えられてるかな。独身心配、大丈夫です心配しなくて大丈夫です。結婚も経験して離婚も経験して一人も楽しんでいる今も経験してる上で、独身心配する必要ないと思います。はい。周りに誰もいなくて、お友達さんとかもね、あんまりいなくてとかだったら、まずそこから作ったというかコミュニティに属した方がいいのかなと思うんですけど、別に普通に彼氏がただいないだけだったら、全然別に楽しく生きれると思います。はい。家族の説得反対などがありましたか？結婚する時かな。相手が外国人なのでコミュニケーションの段階から悩みです。私は海外の人とも付き合ったことあるんですけど、付き合ってる段階とか結婚しますっていう段階の前から
海外の方だとしてもこう結構なんかこんな素敵な人なんだよって、その国が違うからこうとかじゃなくて、こう人として私はこの人と一緒にいたいって思えたすごく特別な人なんだよっていうアピールを小出しにしていってると、まあいざ結婚ってなった時も急に知らない外国人さんが挨拶に来たら驚くけど、すごく素敵っていつも褒めてる人はこの人かみたいな感じだったら多分すごい自然に受け入れていけると思うので、まあその一気にギュンって距離を縮めるじゃなくて、ちょっとずつなんか縮めさせてあげるような感じにしていくのがいいのかなって思います。自分の地元と比べてしまい、旦那の地元今住んでますを好きになれない、一生住むのかと思うと点々。なるほどね。確かに自分のでも地元好きってすごく素敵ですね。でももう旦那さんの地元の人たちが頑張って変わってもらうとかいうのは無理だし、もう自分たちが変わるしかないから、旦那さんにその気持ちをなんとなくさ、こう嫌味な感じでうちの地元の方がいいとかじゃなくて、地元が大好きだけどあなたと結婚したいし、あなたと一緒にいたいからここに住んでるから、だからその埋められない地元愛、ここでは埋められない地元愛の分をあなたが埋めてよっていう感じで、もうなんかその不満、ここに住んだらこうっていうマイナスの部分の不満を旦那さんが補ってっていうアピールをしてみるっていうのはどうですか？それで寄り添ってくれたらすごくいい関係にまたなると思うし、まあこういうところはこうだけど、まあ旦那さん優しいからいっかって思えたら素敵なんじゃないかなと思います。はい。まあ伝えてみるのが一番いいってことですね。今年で29で彼氏はいますが、周りが結婚ブームでかなり焦っています。まあね、わかんなくないですよ。28なのでね、私も結婚ブームですよね、やっぱね。でも別にブームに乗る必要もないしね。まあ焦る気持ちもわかります。その彼氏と結婚したい意思があるんだったら焦る必要ないですよね。心配なら彼に素直に結婚ブームだねって言ってみるのがいいかもしれないですね。彼氏が結婚する気があるのか、私のことどう思ってるのか分からなくて不安になる。わかります。まあ性格にもよるんですよねってすごい思うんですけど、この人私との将来考えてんのかなちゃんととか、なんかこの人と付き合ってて将来考えられるかなとか、結構私は超現実的に考えちゃうタイプなので、白か黒かみたいのにしなくてもマイペースにちょっとずつ答えを導き出していこうよみたいな人もいるから、そこの価値観というかペースが合ってない人といると、まあどっちかがモヤモヤしたりとかするのかなっていう気はしますよね。わかります。私も結構ちゃんと明確になんか結婚を前提に付き合ってくださいとかぐらいの方がいいなって思います。なんかゴールが見えてるというか、結婚する意思あるのかなとか、なんかふんわりしたまま付き合ってるのがもう結構無理というか、だったら自分の集中したいこととか、もっといい人がいるかもしれないから探しの旅に出たりとか方がなんか前に進んでる感じがするというか、前に進んでない感じがするのが嫌なんでしょうね。何なんだろうねっていう感じ。でもそういう気持ちはすごくわかるし、そういう場合は言った方がいいですね。言わないとわかんないから。言わなくても言ってくれる人って男性少なくないですか？自分が欲しい言葉をなんとなくたまたま聞けるタイミングってほぼないじゃないですか。聞きたい内容があったら聞くしかないですね。26で結婚して7年の子なしです。未熟だった当時の価値観が変わり、夫を尊敬できず5年レス。かゆちゃんは別れる判断をされましたよね。その判断軸を良ければ知りたいですっていうね。私はコロナ中に一旦っていうか、一回結婚して別れてっていう感じを経験したんですけど、人それぞれだと思うんですけど、やっぱり若い時って若いので価値観が変わっていきますよね、本当に。特に女性は、仕事とか子育てとか選択肢が多い中で、結構人生が変わるような選択をいくつも、特にパートナーがいる場合はするから、そこでね、なんか価値観が
合わなかったりっていうのを感じると、やっぱレスにもなるだろうし、尊敬できなくもなったりするよなっていうのは分かります。まあでも本当に別れる判断をした理由の判断軸は、なんかお互い幸せになるかなって思った時に、なんか本当にこう一緒にいない方が幸せになれるんじゃないかなって、素直に相手にとっても自分にとっても、なんかこう無理に一緒にいるよりもお別れした方がなんかより良い気がしたので、喧嘩別れとかっていうよりかは、まあ別れた方がいいかなみたいな感じでしたね、最終的には。お互いにお互いの気持ちに寄り添う気があんまりなかったというか、そこ譲れない同士だったっていうかっていう感じだったので、じゃあお別れした方がお互いの譲れないものを大切にして生きていけるよねっていう感じだったのでね、時間は無限にあるわけじゃないし、早く決断した方が相手のね人生もあるし、私たちだってねまた別れてお付き合いしたりする人が現れたりとかもするわけじゃないですか。まあ現れなくても別にいいんですけど、そうだからまあここら辺でってなりましたね、私は。最高考えてますか？一生一人で生きていこうとは思ってなくて、なので全然いいなって、一生一緒にいたいなって思う人がまた現れたらいいなとは思いますね。私の周りの友達は結婚したり子供がいたり彼氏がいたり同棲してたり、私はなぜいないと悩み中。なぜいない？でも本当になんかできない時はできないし、できる時はできますよね、こればっかりは。だからできる時はできると思うんですけど、まあでも思っちゃうよね。やっぱ人と比べちゃうとね、思うんですよね。友達はこうなのに、ああなのに、私はこうだみたいな。でもそのままでいいんですよ。今はさ、SNS とかさ、その連絡手段とかも多くてさ、まあそれがあるからみんなともつながれてるわけだし、この時代に生まれて幸せな部分もたくさんあるんですけど、やっぱ比べちゃうし、なんか私もすごくまあ比べちゃうんですよね。でも比べてもね、比べていいことってあんまなくないって本当に思うんですよね。比べて自信がつくことってなくないですか？なんか落ち込みたくないし、比べちゃダメだなって思うんですよ。まあ比べちゃうんですけど、でもなんか比べちゃダメだなとか、比べてるから落ち込むんだなっていうのを、なんかそう落ち込むたびに理解することで、落ち込みにくくなるというか、そこに陥りにくくなるんじゃないかなってなんとなく思うので、そういうふうに友達がね、結婚したり子供がいたり同棲してたり彼氏がいたりしてるなーって思うたびに、まあ私は私で、私のペースでいいなって思う人が出会えたら、その時ちゃんと好きになってもらえるように、今は自分磨き頑張ろうって思えば何の問題もないかなって思います。なんか常に自分磨きに集中してれば寂しくないらしい。私もなんかこれどっか誰かに言われてメモしたんですけど、彼氏いなくて寂しいなとか、好きな人がどうのこうのとか、できないとか、できたとしてもこうだとか、いろんな気持ちになるじゃないですか。だからそういう風に誰かのことを思って心が乱れてる時間がもったいないと思うんですよ。でそういう風に思うぐらいだったら、もう自分磨きに集中して、もっともっと可愛くなって、彼氏が次できた時に、うわ、この子と付き合いたいって思ってもらえるように頑張るしかないですね。はい。自分磨きに集中。そんな感じで恋バナはちょっとまだまだいろいろ来てるんですけれども、また次にしたいと思います。ちょっとささっとなっちゃうかもしれないんですが、恋愛以外を答えて終わりにします。よければお気に入りの香水を教えてください。最近ハマっているのがありまして、これ3つです。旅行にはこの子を持って行ってて、これはジョーマローンの、これはウッディ系です。ヒノキ&シダーウッドっていうバリバリちょっとどちらかといえばメンズライクな香りなんですけど、これもマジでいい香り。矢崎佳代子 KY って書いてある。 KY って、はい、人と会う自分のイメージ、自分の印象、ファッションとかね含めて、ちょっとこうかっこよい女性みたいな感じの雰囲気を出したいときはこっち。だから人と会うときはヒノキの方が多いですね。ただ自分で一人でこう
お買い物に行く時とかカフェに行く時とか作業しに外に出る時とかはこっちのこう甘い香り、昨日とかもそうだったんですけど、甘い系の香りを使う気分の時はこれもそうなんですが、甘い系の香りを使う気分の時はどちらかといえば一人で過ごす時とか、自分を見つめ直すというか、一人で過ごす感じが甘い香りっていうような、そんな使い方をしてるなっていうふうに最近気づきました。ただおしゃれしたいなとか、人と会うよっていう時はこれを最近はめっちゃ使ってます。はい。でもこれつけてる時褒められたので、イベントでこう出席した時にいい香りって言ってもらったので、これもすごく一般的にもいい香りなんだと思います。プチプラのメイク動画見たいです。お顔のおしゃれ感がめっちゃタイプで目指したいお顔っていうことでありがとうございます。一個前かその前かなんか最近上げた動画でドラコス厳選みたいなね名前のやつがあるので、そっちが、完全にプチプラっていうよりかは若干韓国コスメとかも入ってますけど、普段のデパコスと比べたらかなり買いやすい値段のものがいっぱい載ってるので、ぜひチェックしてみてください。かよさんに会いたいと思いながら予定が合わず、早数年、またイベントあれば教えてくださいとか、会いたい系もいっぱい来ましたね。嬉しい。ありがとうございます。かよさんに会える機会が欲しい。フリマイベント最高でしたっていうことで、ありがとうございます。ちょっとね、またやりたいことも出てきているので、近々会えるタイミングが作れたらなと思っております。その時ぜひ、ちょっとまたお知らせさせてください。回答済みかもなんですが、MBTI 何ですかっていうことで、MBTI は ENFP です。ENFP。運動家？クリエイティブかつ自由奔放で社交的です。笑顔になる理由をいつでも見つけられます。っていうのが私だそうですよ。はい。でもすごい合ってますね。はい。ちょっとぜひ調べてみてください。本当に ENFP、度がつくほど ENFP だと思います。はい。みんなは何か教えてください。ENFP なのか何なのか。一番好きなカフェはスタバやっぱ一番行くよね。で、ブルーボトルも好きです。スタイル良くて羨ましいです。ありがとうございます。ダイエット方法、体型キープ方法教えてほしいです。でもなんか結構思ったのは、よく笑う。なんかよく笑う時に腹筋を使う。これだったら誰でもできません？どうですかね？なんか結構私、腹から声を出しているのか、なんかくしゃみする時とかも全力でくしゃみしてるのか、なんかこう、お腹が結構つるんですよ。筋肉の使い方、うまいだけなんじゃないみたいな感じで、なんかちょっと適当に言ったあの人。誰に、多分先生だったと思うんだけどな。パーソナルトレーナーさんが言ってくれたのかもしれないです。すいません。ちょっと記憶が曖昧すぎるんですけど。なんか、そんな感じで言われて、じゃあなんか、そういうことみたいな。でもなんか、確かに、別にすごい日々筋トレしてるわけじゃないけど、お腹に縦線がね、ありがたいことに入ってるんですよ。それは多分笑ったりとか、くしゃみとか、なんか日常でお腹に力を入れてるからなのかなとか思ったりするので、皆さんもちょっとくしゃみするときお腹に力入れてとか言うのはちょっと難しいかもしれないんですけど、笑うときにちょっとお腹にクッて力を入れて笑ってみてください。猫や犬などを飼いたいと思うことありますか？めっちゃ思います。なんか本当に思うんですけど、このお家がペットが不可なので、ね、猫ちゃん本当に飼いたい。もうワンちゃんも好きなんですけど、もうみんな動物みんな好きなんですが、一人暮らしとかリアルに私が飼うってなったら、やっぱり散歩とかを考えると猫ちゃんの方が飼いやすいなって思うので、猫ちゃんがいいんですけど、この家がね、飼えない家なので、あと2年ぐらい、今ね、この前更新したから、あとまた2年住めるんですよね。なので、2年住んで、やっぱ、引っ越そうって思ったら、次はペット可のところに引っ越します。はい。ということで、まだまだね、質問いっぱい来てたんですけど、本当にありがとうございます。ちょっとまだ半分ぐらい、あとね、ゆっくり食べるっていうのあるかもしれないですね。ちょうど半分残ってますね。これは夜に、今夕方なんですけど、夜食に食べます。結構私は細かく食べたい時に食べてて、時間はあんまり決めてません。これはちょっとフリーランスだからこそできることだと思うので、会社員さんとかで、なんか好きな時間にちょっとずつ食べるとか無理だと思うんですが、
はい、ちょっとずつ分けて食べるとなんかずっとお腹ペコペコとかじゃなくて満腹気味、満腹手前でずっとキープなので、なんかバカ食いしなくて済むというか、ドカ食いっていうのかな、バカ食いしなくて済むので、おすすめです。はい、今回は新しすぎるメイクせずにただ喋る動画いかがでしたでしょうか。自分が一体どんぐらいのモチベで編集しているのかわかんないんですけど、ちょっとでも楽しい、ちょっとでも私のことを知ってくれた動画になったらなと思ってます。これはラジオ感覚でね聞いてくれた方がいいかなと思うので、またこういう動画楽しかったですって思った方はグッドボタンぜひね、あとコメントもしてくれたらとっても嬉しいです。私の意見が必ず正解って全然思ってないので、私はこの話こう思いましたとかリアルな感想いただけたらすごく嬉しいです。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひお待ちしております。また Instagram、Twitter、TikTok やレッドなどもやっているので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。